はい、こんにちは。はい、こんにちは。今回は何でしょうか？今回はですね、どういう盆栽を選べばいいのって基本的なことをね、もう一回改めて、私の言葉で分かりやすく皆さんに伝えられたらと思います。はい。そういう動画にしたいです。盆栽の選び方の動画ですね。そうですね。はいはい。今こうご覧いただいているように、樹種もいろいろあれば、木の形ももちろん差異があります。はい。で実際に私も自分の目で見て仕入れをしているので、そういった時どういうところを見ているのかとかっていうのを皆さんにもうお伝えできればいいかなと思って考えております。じゃあまずは、樹形からいきますか。樹形。樹形。例えばまずじゃあこちらの株立ち樹形ですね。はいはい。一箇所の足元からいくつも幹が出て、自然の広がりのような景色を出している株立ち樹形で、こちらが山もみじの、文人ですか。文人帳。文人帳ですね。はい、こうスーッとした幹から先端に葉がついてて、こうなんかどこかこう主張してるけどしてないような味のある感じの樹形ももちろんあります。で皆さんがよく見るかな、よく考えになるのが、黒松のこれじゃ商品の盆栽なんですけど、これは模様木。模様木ですね。で例えば商品盆栽というと、樹高が約20センチ以下のものを指します。はい。はい。でこれ僕の手で測ると大体20センチくらい。はい。そういった点で、盆栽を選ぶこともあると思いますね。はい、これは好みですか？好きな樹形っていうのは。あとは置き場所にもよりますが、樹形は好みですけど、例えば培養できる条件、お庭がそんなにないとか、マンションのベランダでやってますという方なんかが多いんですけれども、そういった方はやっぱこの商品サイズ、もう一個上の気風盆栽と言われる気風サイズくらいをお買い求めいただく方が多いように感じますね。はい。であとは、心拍2本ございます。で例えばこの心拍を見るときなんかで言いますと、このシャリ僕が作りました。こうに手入れをする前はこういった状態でしたね。なるほど。はい、これ見てください。しっかり幹が動いてて、葉性もいいですと。こういう心拍という樹種とかに限るかな。心拍図章1位とかは自分でシャリを作ることができますね。で自分で手を入れてこういった見どころを作るっていう点で、こういう素材も後で詳しく見方を説明します。でさっきの動画でも出しましたけど、こちらピラカンサですね。なかなか太さもあって、親の太さ、子の太さで3本目、孫とでも言いましょうか、孫の太さが長短しっかりしていると、それの中でこう輪郭というかバランスを保っている今の樹形、これも株立ちになりますから、模様木かな、どうなんでしょうね、これね、説明しにくい。ちょうど間ぐらい。でこちらは長寿梅ね。長寿梅は性質として、先端を切ると元からヤゴ、芽が走ってきますので、株立ち樹形で流通していることが多いです。これは木の性質に倣ったその樹形構想が、みんなされてるのが影響あるかな。でこちらが桜の古城の舞ね。これなんかは今花が咲いてるからすごい華やかでね、今が見頃っちゃ見頃なんですけど、これ花が下向いてですね。そうですね。古城の前だったっけちょっとしながらできちゃった。桜です。なんですけど、じゃあこれもまっすぐな街路樹のような桜がいいのか、それとも花が咲いた時にこう風が右から左に吹いてるような花が目立つ樹形がいいのかとか、それは皆さんの好みなんですけど、じゃあこういったいろんな樹種と樹形がある中で、ここを見ろっていうのをまず最初に一番大事なところを皆さんにお伝えします。それはもう骨です。骨。はい、骨格です。なんか雑音がすごくなったね。でもう一回今大丈夫。骨格です。骨格。はい。我々人間も生きてくると、生きてくると思考とか見た目って変わるけど、結局中身ってあまり変わらないですよね。変えられないですよね。過ごしてきた過去があるから。だから盆栽を見るときはとにかくボディ、この元の骨の形を見てください。これがまず一番大事。なるほど。はい。骨格ね。骨格です。
例えば大きな傷がある、ね、これも過去に大変なことがあったんでしょうでもそれを未来に向けてよし綺麗に傷を巻かそう、この樹種なら傷が巻くとかが分かればまだ再生は全然できます、ね、でやっぱ傷のない木っていうのは我々業界の中でも評価は高いです、でそれだけいろんな方の手に回って愛情込めて培養されてたっていうのがそれに出ますからね、なので、そういった骨をよく見てください。なるほど。はい。心拍とかが分かりやすいんじゃないですかね。骨だと。さっきも説明しましたけど、心拍は幹の模様さえしっかり動いていれば、シャリは割と自由に掘れるので、見どころを作ることができますよね。ただ太くてただまっすぐですっていう木になかなかシャリ入れても曲がってるようにはするには技術もいりますし難しいので、もう素材を選ぶときにどういう動きをしているのか、こうやってボーボーの状態でももう中をここの1の枝の出方太くていいなとか、ここ頭立て替えた跡があるかなとか、こっちの枝取って左流れに作れるな、裏から見たら裏はちょっと難しいかなとか、この角度にしても面白いなとか、こうやって多くを想像できる素材っていうのはいいと思う。いいと思う、はい。で僕が石付き盆栽をよくやる理由として、例えばこの木をもっとこう90度曲げちゃおう、こういう構想になった時に根が鉢に入んないですよね、真横向いちゃってますから、やろうと思えばできるけど負荷がかかるので、ってなった場合にじゃあ合うこういう立ち石を見つけられたらそのままはめてまた木の面白い角度で作れるなっていう、表現方法が広がる。おっしゃる通り、はい。そういう点では石付きはまたそれはそれで面白いですけど、こういう心拍とか例えば文人帳の木とか、その辺は骨は分かるんですけど、こう例えば株立ちとかはどういう骨を見るんですか？株立ちはですね、これは好みによります。小白だと幹がこう緩やかに模様を描いてる株立ちもあれば、親が太い株立ちもあります、力強さのある株立ち、そういうのが好きな方ももちろんいますけど、株立ちの木を見る場合はですね、出方とか本数かな。やっぱ昔から奇数の数字が美しいと、357とかね、が美しいとされますけども、僕は割とそうあんま思ってはいなくて、本数はあくまでも偶数だろうがバランス取れてればいいやと、株立ち樹形を見るときは幹の太さとバランス、例えば臓器という楓という樹種で限って言えば男性的な力強さが欲しいのか、それとも女性的な優しさが欲しいのかと、柔らかさが欲しいのかで言えば後者、女性的な優しさ柔らかさが欲しいってなった場合に、じゃあ全部この幹太くてバイン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 ってこういう手みたいに出てたら太かったり力強く見えちゃうんですよね、あとは枝のごついところがないかとか、先端に関してはね、でじゃあもっとこう輪郭が大きい、もしこの楓があったとしてこのくらいの寸法にしたいという目的があった場合は、それを剪定ここまでできるかなと、バチバチ切った後ちゃんとした木姿になるかな、そこまで考えますね、僕は選ぶとき、あとは足元、臓器全般言えますけど、嫌味のない座がいいとか、やっぱ座はいっぱいあった方がいいとか、個人の好みにもよると思うんですけどね。でもこう私の住んでる埼玉とかで仕事でね、静岡なり山梨行く時に富士山の裾とかってよく見えるんですよ、高速道路とかで。やっぱこうなだらかにこうちょっと隆起しながら広がっていくっていうのは、こういう臓器の足元と共通するところがあるかなとは思う。自然に習いじゃないんですけど、大地をつかむような八方粘りが理想ですけど、なかなかねそういった出来上がった木っていうのは高価ですし、自分で作ることもできるのでね、その木の将来性を見るのもとても大事かなと思います。臓器小白両方とも骨格が大事と。
いうことですけど、はい実物、花物、臓器、小白ってあるじゃないですか。それぞれのなんか選び方みたいなのがあったりするんですか？まあ、先ほども申し上げましたけど、どういう風に作れる、その骨を見てこの木は将来こうなるなというのってやっぱなかなか年数やってないと想像できないと思うんですよ。まあ経験っていうかそうそう見た数というか、ね、そうですそうです。なんでこういう枝先は極論後で作れる、自分で好きなように、はい、ただその立ち上がり、幹の動きっていうのはもうどうにもならないこと。なるほど。やっぱそこがよく動いてるもの、何か太さがあったり肌が来てたりっていう魅力のあるもの、そういったものを手に取ってよーく見るのがいいと思います。一の枝とかは見ます。一の枝見ます。ですよね。はい。ね、さっきもこの心拍で言いましたけど、これ今このまま針金かけたらただ三角形になるけど、この一の枝おっしゃったように見どころにするんだったらこっちの枝取っちゃってね、ここの枝も追い込んで左流れの木にしようと、そういう構想は頭の中で、木を見て将来の姿を想像できるようになったらすごいです。なかなか難しいですけど、はい、それができるようになるにはどうすればいいですか？それをできるようになるにはいろんな木を見て、いろんな展示会に足を運んだりしていろんな木を見て、あ、こういう木作りたいなって思う木が多分あるはずなんですよ、皆さん好みでね。でそういった中でどういう素材、これに似てる素材があればこう作れるっていうその逆算じゃないんですけど、それができるようになってくるとより最短ルートで木作りしやすくはなります。なるほどね。はい、よくほら盆栽美術館とかに飾ってある木を、はい、目標にして作ってる人とかね、いますよね。もうそれが理想的というか、何も目的がなくただ木を50年育てるのと、こうしたい、こういう姿にしたいと思って木を作る10年20年は同じだと思う。同じじゃないと思う。はい、同じじゃね、意味ないもんね。なんでうちなんか盆栽教室やってて、まあ生徒さんなりが素材を持ってくると、この木どうしたいっていうと、とりあえずこの枝を切ってこんな感じかなって言うんですけど、それはあくまで方法であって最終的な目的ではないんで、目的は何って聞くと将来こうしたい、そう言われたらじゃあこうしましょうと、この枝抜きましょうとかっていう話が進んでいくので、はい、例えばこちらはお客さんの木なので説明していい？もみじ？こちらの山もみじなんですけど、8年前くらいかな、お客さんに買っていただいて、今回植え替えの依頼があって持ってきているんですけれども、これはね、お客様がご購入された時は全然本当に枝が若くてなかった、枝がなかった。ただその時これを僕仕入れてきたのをよく覚えてるんですけど、やっぱ安定感のある足元だな。骨格ね。そうです。1の枝2の枝が段違いに出てて理想的だな、で太さもあるなと、で傷っ気もなければしっかり頭まで芯が通ってる、これは将来いい木になるんじゃないかと。当時僕2年くらいしかやってなかったんですけどね、でなんとなくそんな感じの姿を想像してお客さんに買っていただきました。なるほど。でそこから 7,8 年、まめに植え替えたり葉切りしたり、剪定も行って、ここら辺の肌も青かったんですけど、やっぱ肌が乗ってきまして、ちょっと落ち着いた感じにはだいぶなってきたなと。なるほど。で枝もその方が作ったってことですね。そうです。細かい枝は。そうです。その方はまめにうちに来て、この枝気になっちゃうんだけどどうすればいいとかって聞いてくるの。いや、やっちゃった方がいいよとか、これは取っとけとか、そういったね、アドバイスできる方が近くにいる場合はね、いろんな方の意見を聞いて木を作っていくのもまた一つ楽しみかなと思います。今現状持ってきたばっかりでまだ剪定はしてませんけど、気になる箇所やっぱいくつかあるから、もう一回ちょこちょこ剪定して植え替えてみようかなとこの木に関しては思ってます。これどうですか？これ？これはですね、今年に入ってから仕入れてきたカエデです。で僕がこの木いいなと思った点、まず寸法の割に結構時代古いなと。枝も太いしよく曲がってるし皮もきてるし、これ古い木だなと。あとは石も噛んで割と年数経ってるからっていうと、これは大きく切り込みました。切り込みできると思って、中品サイズ、45の幅50とかに収まる木になるなと思って剪定をしました。なんで見ていただけると分かるんですけど、
こういう上向いてる太い枝を切って、内側の芽でどんどんまたもう一回ここもゆくゆく切ろうかなと思ってるんですけど、なるほど。そういった目的があったんで、ガッチいい木だなと思って作業はしました。よくなる木だなと思って買ってるってこと。そうです、骨格でいうとどうなんですか。例えばこの大地をつかむようなこううわーっていう足元と振りのある動き、頭もうちょっとここでね作り替えはするようなんですけど、これ長く持ってても波長も良さそうなんで、そういった点を見て仕入れてきました。なるほど。ここからだから根がこう広がっていくんでしょうね。そうですね、くっついていくんでしょうね。そうですね。あとは臓器に関して言えば波長も大事ですね。波長、波長っていうのはその葉っぱの持つ性質、同じ木でも葉っぱがこう大きいものもあれば小さいものもある。カエデとかモミジとか、メジャーどこでいうとそんな感じかな、で性質としては葉っぱが大きいものっていうのは太りやすい、枝が走りやすい。だから太くする、大きくするっていう点では優れてます。で逆にじゃあ葉の小さいものっていうのは成長は遅い。ただ盆栽として細かい枝が作りやすいっていう性質があります。じゃあみんなが、木を選ぶときにどこを見ればいいのと、それはね枝先、これ今カエデのね、もともと寄せ植えだったものの根が癒着して株立ちになったもの、ね、これ見てもらえば分かるんですけど葉の色が違いますよ。本当だ。おのおの違う色してますよね。もともと違う苗を昔に合わせて、これ株立ちになってるっていうのが今のこの3月の時期なら分かりやすいです。同じ種でも葉所が違うからこうなるってことですね。そうです。でも葉っぱの大きさとしてはこれはとても細かい方になりますから枝は作りやすい。枝先を見るというのはどういう意味ですか。枝先のこの葉っぱとか、葉っぱを見ると、もう葉の大きいものはもう目もでかいっす。目もとても大きいです。目を見れば大体わかるってね言いますよね。じゃあその葉の大きい性質、葉の小さい性質、どっちがいいんだろうって考えるんですけど、両方ともデメリットもあります。葉っぱの大きいものの方は枝が作りにくい。節間が長くなって枝も太くなりやすいので、結構まめに中剪定くらいはするようなんですね。でじゃあ葉っぱの細かい方の毛ってはなかなか木ができない。その枝が作りやすい反面太根が走らないんで木が太りにくいっていう性質があります。カエデに関して言えばね。なんでどういう木を作りたいかによってその葉所を見分けるのも必要ですね。なるほど。なんかね、でも小さい葉所が好まれますよね。好まれますね。盆栽の一応今の業界とか全体で見ると葉所が細かいものの方が人気は高い。やっぱ鑑賞価値が高いというかできてる風に見えるっていうか、なんつうのかな、スケール感も出るからなのかな。そう、持ち込みの古さっていうのも出やすいですし、古さも出やすい。古く見えやすい。古く見えやすいってこと。見た目がいいから冬が。なるほど。なんでじゃあ考えてみましょうと。このさっきの最初に出たカエデね、葉小はいいで幹も太ってる、ね、じゃあこれできれば葉が細かくてよく見栄えのいい木になるなっていうのを考えましたね、私は。なるほど。でも逆にじゃあちょっとこれから作ろうかなっていう山もみじがあるんでそれ紹介しますから、これは骨という観点から見ればまずもう立派な座はすごいですね。もうすごいわーって、でこの太さね、さっきの五葉松にもう山もみじも似てるんですけど、ただ欠点として植え替えを行ったんですけど、ちょっとこう葉っぱ大きめかなと。この枝の太さとか見るとこう石棺がピュンって伸びてる、これは強いんですよ。割と葉の大きい種類ですね。であとはこうちょっと花が咲いてきちゃって、本来葉っぱの出る位置から花、これね、こう先端についてるの。これは本来葉が出るところから木が疲れてる、じゃあ子孫を残さなきゃという意味合いで僕は出てきてると思ってます。要は木がちょっと一時的に疲れてる状況、これをじゃあ深い剪定しても吹きにくいなと、木に負担かかるなということで、ちょっと緩めの大きめの鉢に植え替えてます。なるほど。木の元気をつけようと。
ちょっと元気悪いなっていうのは分かってましたけど、その入手した理由としては、またここから頭をしっかりと作り変えれば大きい輪郭の迫力のある山もみじに仕立てられると思って入手しました。なるほど。はい、ちょっとね、下枝が細いというか、そうです。今の感じだと、はい、そういうところだから逆に切らないで伸ばしておいて太らせて、こことかここですかね。なんですかね。そうだから要はもうこの座と幹の太さと枝の出方で買ってると。これがだから5年10年経ってくると、さっきみたいな、さっき紹介したような落ち着いた木になってくる。で、あと葉っぱの性質についてなんですけど、もともとじゃあこうやって目も大きくて太りのいい葉性っていうのは人間と一緒ですね。年齢が経てば経つほどこの勢いっていうのは収まってきます。剪定どんどん毎年まめにやってまめに植え替えやって同じ鉢の大きさでずっと管理してると絶対この勢いっていうのは落ち着いてきます、それもまた一つ見るところかな、この木古くて葉性いいな。でもこう脇芽とかがビューンって伸びてたらもともとその太りやすい性だったのかなとか。そこはでもちょっと難しいから初心者向けじゃないね。向けじゃないからね、まあでも完成形をこれもだから予測して買ってるとか選んでるってことですね。そうですね。じゃあここ今いろいろ心拍があります、ね、で例えばこれはこの心拍は僕がまだ途中なんですけど人工的に削ったシャリなんですね。この白いシャリ。もともとはこっちもあった。もともとはこんなくらいの木でした。でまあささっと削ったんでまだ半端なんですけど、これは人工的なシャリ。じゃあそれと対比してよく言われるのが、山鳥の木はやっぱ人工的に作ったものとシャリが違います。あっちの中のやつでもいい？なかなかこの流麗でこう時代の来ているシャリっていうのは我々人間じゃ作れないかなと。山鳥の心拍っていうのはやっぱ骨がいい、動きがいいっていうのかな。もちろん山鳥になれば高価になります。それだけ希少価値が高いんでね、ただこれに似せてシャリを掘るのも楽しい作業の一つ。なるほど、だこれも完成形を想像してシャリを作るっていう。そうです。こう山鳥のかっこいいシャリとかいろいろ見て、こういう風にしたいなと。で盆栽始めて心拍好きだっていう方におすすめのスポットがあります。静岡県に尾瀬崎というところがありまして、そこに白針の樹林があります、もうこんな幹回りの古い心拍とか天然の人シャリが見れるんで、そういうやっぱ自然に習ってね、そういったところ行って見てみて、自分の木作りに生かすっていうことも必要かなと思いますね。まあ関東圏とかなら近いんでね、行ってみるのもいいのかなと思いますね。素材の選び方のところですよね。なんか話変わってきちゃったなんか場所紹介みたいな。でもこういう例えば板シャリみたいなのを板幹作るってなると、ある程度太さのある木を削らないとできないですよね。おっしゃる通りだから素材選びの時もある程度太いやつを削って作っていくみたいな。そうですね。時間はかかるけどそれで上手に作れるんだったらもうそれは最高の、その人にとってはいい素材。なるほど。あとは臓器ならあれじゃない、あとは取り木できるかどうかとか。なるほどね。これね、獅子頭の取り木。これね、僕自分でやりました。2、3年前、2年くらい前かな。それこそ園芸で出回っている獅子頭の植木。60センチくらいの植木の樹幹部。頭の部分だけを取り木して、今こういう。なるほど。だから、素材選びの時に取り木できる素材を選ぶっていうのも一つ。こう間延びしてる木、でも頭ちょっといいな、これ商品のいい素材になりそうだと、そういうものがあったらこうやって取り木をすればこの寸法に収まる。そうですね、だから株立ちみたいなのって結構ね値段も高かったりするかもしれないけど、こういう風に作っていけばいいですよね。自然にできてくる。お安くできますよ。お安くできます。これの元々ないお店で販売してたのは確か4000円とか5000円くらい。
その元の大きいやつが元の苗はね。あーでも今これやっぱじゃあ化粧鉢に取ったやつったら、まあ、2万なり3万なりっていうまあそんなににしちゃうなりますよね。僕の年数がかかってますから。なるほど、はそういうこともできると。そうです。まあ、種まいてもいいし、種まいてもいいし挿し木でもいいし、そうですね。というわけで、素材の選び方という動画でしたけど、いろいろ説明してしまいました。ちょっと脱線したような気も、はい、ちょっとね、やっぱ話し始めると長くなっちゃうね。はい。で結局結論はまとめてもらうとどんな感じですか？まとめてもらうと、樹形は好みです。樹形は好み。ただその樹形の中にもバランスはあると。ね。で、あとは肌を見る。肌。盆栽の古さ。肌を見る。と、あと変え難いポイント、やっぱり最後は骨かな。もう本当にボディ。このボディね。なるほど。ここはもうどうにもならないんで、いろんな同じ木が同じ値段で並んでたとしても同じものは一つもないので、一本一本もう舐めますように。なるほしっかり見て、いいと思ったやつをフィーリングで購入されるのが一番いいかなと思います。ボディ骨格で選ぶっていうけど、結局は好みも入ってくるし、こういう骨格が好きっていうのもあるし、皆さん好みありますであと枝は作れるよってことなんですよね。そうです、きっとね。盆栽っていうのは今の姿を見るのももちろん大事なんですけれども、まあ生きたプラモデルと思ってるのでは生きたプラモデル。どんどん時代の経過、その人の生活とともに盆栽も仕上がっていくって考えると、新しい家族が増えるみたいな感覚になるのかな。はい。というわけで皆さん、盆栽をね選ぶのも一つ楽しみでございますから、そういった点にも、留意して、素材探し、盆栽探ししてもらえればと思います。はい。以上です。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。